駅タグウォーキングは楽しめることが分かったので、山手線周回ウォーキングの前回の続きをやってきました。大塚駅から東京駅に向かいます。大塚駅で降りるときに扉にぶつかってマイクとタイムコードジェネレートを紛失してしまって、出だしは悲しみから始まっています。早速始発に乗って大塚駅に向かいます。大塚駅に着きました。さて出発しましょう。しばらく歩くと公園に到着しました。大塚大公園には柵に囲まれ入れなくなっている蒸気機関車が展示されていました。かなり痛みがきていますね。大塚駅から池袋駅までは約2キロです。6つまた子育て地蔵村がこじんまりと帝京平成大学池袋キャンパスの前にちょこんとあるところを過ぎていきます。池袋駅に到着しました。池袋駅は複数の6路線の駅なので、どこにスタンプがあるのか分からずさまよい続きます。ありました。池袋駅のスタンプをゲットしました。目白駅に向かいます。目白駅のスタンプをゲットしました。池袋駅を過ぎてから下り坂が続きます。高田馬場駅に着きました。高田馬場駅のスタンプをゲットしました。埼京線が過ぎていくことを見えています。新大久保駅に着きました。新大久保駅のスタンプをゲットしました。韓国料理のお店を進みながら進んでいきます。新宿駅に着きました。新宿駅のスタンプをゲットしました。踏切に捕まりました。駅から箱根湯本駅のロマンスカーに通過していきます。代々木駅に向かいます。 JR 代々木駅が見つかりません。都営の代々木駅から地下を進んでなんとかたどり着きました。代々木駅に着きました。代々木駅のスタンプをゲットしました。代々木駅からは明治神宮を抜けて次の原宿駅に進みます。木々に囲まれてすがすがしく歩いていきます。フォレストテラス明治神宮にて少し休憩しました。原宿駅に到着しました。原宿駅のスタンプをゲットしました。開店前の渋谷横丁を進んでいます。夜には賑やかな雰囲気になるであろうと感じました。渋谷駅は広くスタンプがあるところが見つかりません。工事現場の陰に隠れていました。渋谷駅に到着しました。スタンプを見つけました。渋谷駅のスタンプをゲットしました。
恵比寿駅に到着しました。恵比寿駅のスタンプをゲットしました。恵比寿ガーデンプレイスが見えてきました。恵比寿ガーデンプレイスへの長い専用の通路が見えますね。目黒駅に向かう途中、日の丸タクシーの大きな日の丸が見えます。目黒駅に到着しました。目黒駅のスタンプをゲットしました。またまた埼京線が通過しています。五反田駅に向かう途中ですが、線路沿いの桜並木が綺麗です。五反田駅に到着しました。五反田駅のスタンプをゲットしました。大崎駅に向かいます。桜テラス五反田は少し時期を過ぎてしまっていますが、まだまだ桜が綺麗です。頭の長い人形が飾られています。大崎駅に到着しました。大崎駅のスタンプをゲットしました。大崎駅から品川駅に向かいます。あちこちにリニア関係の工事現場があります。品川神社を過ぎていきます。品川駅に到着しました。品川駅のスタンプをゲットしました。次の駅は高輪ゲートウェイ駅ですが、駅が見当たりません。高輪ゲートウェイ駅に到着しました。高輪ゲートウェイ駅のスタンプをゲットしました。高輪ゲートウェイ駅の周りは高いビルを一斉に建築中です。田町駅に向かう道はビル街が続きます。田町駅に到着しました。田町駅のスタンプをゲットしました。田町駅の周りも工事しています。これは羽田空港アクセス線関連の工事だと思います。いつの間にか建て直されていた堺貿易センタービルの階段を上って浜松町駅に着きました。浜松町駅のスタンプをゲットしました。浜松町駅から新橋駅に向かう途中におしゃれな街並みがあります。新幹線が通過していきます。新橋駅に到着しました。新橋駅のスタンプをゲットしました。有楽町駅へ続く道が細いため、探していたらガード下に通路があるようなので、ガード下を通ると有楽町駅に向かうガード下がすごくきれいになっていました。有楽町駅に到着しました。有楽町駅のスタンプをゲットしました。有楽町のガード下は風情のある店が並んでいます。東京駅に到着しました。東京駅のスタンプをゲットしました。八重洲地下内の卵と私でランチをいただきました。今回は大塚駅から東京駅の約 32km をウォーキングしました。山手線はちょくちょく駅があるので、スタンプを押しながらウォーキングするとやりがいがありますので、ぜひ駅タグウォーキングをおすすめします。楽しんでいただけましたらチャンネル登録をしていただけると励みになります。